皆さんこんにちは。ちびハムツーリングのちびさんライダーです。よろしくお願いします。今回の動画なんですけども、私の2回目の卒検挑戦動画になります。前回の動画を見てくださった方はご存知かと思うんですけども、私1回目の2回目ということは1回目の卒検落ちてるんですけども、見事ですね1回目の卒検で一発検定終了になりましたので、今回2回目の挑戦していきたいと思います。私かなりの上がり症でございまして、前回の卒検の時もそうだったんですけど、今回のこの2回目の卒検もかなり緊張しておりまして、その緊張の様子も楽しんでいただければなと思います。でですね、前回は私の兄のハムさんに卒検を実況してもらったんですけども、今回私1人しか映ってないということは、また私1人で実況となりますのでよろしくお願いします。はい、ということで早速ご覧いただきたいと思います。どうぞ。ちびハムツーリング。はい、ということで実況していきたいと思います。ちびです。よろしくお願いします。今、出発の準備をしているところですね。はい、ミラーの調節をしてと、今スタンドを払いましたね。はい。で、エンジンをかけて、今から一足に入れて出発というところです。ちょっと先生の背中でいまいち見えづらいんですけども、はい、右に指示器出して、多分後方確認をしていると思います。はい。で、出発ですね。で、今から鳴らし走行をしていきます。で、前回のようちゃんマンの卒検の時もそうだったんですけど、この教習所は卒検の時に2周鳴らし走行ということで走っていきます。で、前回私が乗ってたバイク、卒検で使ってたバイク79番なんですけど、今回も79番のバイクを使っていきます。よちゃんマンの動画前々回か。前々回ですね。失礼しました。で、ここで、2速から3速に変えたりとか、ギアのチェンジと、あとブレーキの感じを見ていってます。はい。で、今から S 字ですね。一番最初の課題の S 字に入っていきます。はい、入りました。いやー、私がね、卒検受けてるので、もちろん結果も知ってるし、合格したので、そんな心配することもないんですけど、なぜかすごいドキドキしてます、今。はい。で、ここで右折していくんですけど、もう、一回、一発検定終了になってるので、気持ちを落ち着けるために深呼吸と、あとギアのチェックをしておりました。ちょいちょい課題終わるたんびにこんな感じで結構長いこと止まって深呼吸してギアチェンジですね、ギアのチェックをしてっていうのをすると思うので、はい、ちょっとすごい緊張してるので多めに見てあげてください。はい、今クランクに突入しました。クランクがすごい苦手なので、もうこのクランクはめちゃめちゃいっぱい練習しました。多分ね、1回の授業で15回ぐらい、なんかため息ついてますねオッケーオッケー、そううなずいてね、自分に大丈夫大丈夫って言いながらやっております。そう15回ぐらい、1回の授業で15回ぐらい毎回練習してました、クランクは。はい、ここでスラロームに入っていきます。前回はこのスラロームで一発検定終了になっちゃったので、慎重に慎重にですね、もうアクセルは回さないようにしてタイムは狙わずゆっくり行きました。はい、なんとかスラロームもクリアですね。はい、左右確認して後方もちゃんと見て、左に出ていきます。次一本橋の課題になります。いやー、なんか緊張ですよね、すごい。いや、結果知ってるっていうのにねもうなんか今もすごいドキドキしてますね、心臓が。この時の緊張感がすごい思い出されて、ちょっと吐きそうです今はい、一本橋ですね。一度ここで停車して、後ろからバイク来てないかどうかチェックしていきます。はい、ギアのチェックをして、
後ろ見て、はい、出発です。大丈夫か？おー、いやいや、もう前輪めっちゃ今端っこやったけど、はい、ギリギリセーフです。もうね、入ったところでバランス崩しちゃって慌てて軌道修正したので、あんな感じでもうグラングラーンみたいな感じになってましたけど、なんとかいけました。まあもうタイムは狙ってないので落ちないっていうとこだけを目標にしてやりましたね。はい、で次が波状路ですね。ここら辺でもう一足に入れておいて、左に指示器を出して波状路に入っていきます。波状路に入る前にクラッチを完全に切って後輪ブレーキをちょこちょこかけて速度を落としてから波状路に突入していきます。なんかね波状路、私バイクの上でこれ立ってるんですけど、立ってんのか座ってんのかいまいちわかんないですよねはい、左右の確認をして右折ですね。はい、で次急制道に入っていきます。急制道に入る前に最後の直線がここであるんですけど、2速から3速に入れてまた2速に戻すっていうのをちょっと練習してやっていきます。で急制道に入ったら最初2速で入るんですけど、途中で3速に変えて、3速のまま止まるので、ちょっと手の動きとか見てもらったら、いやーどうかな、見えないかな。はい、ここ4輪コースですね。交差点に入っていきます。ここまで来るとだいたい一緒ですね。もうようちゃんマンの卒検の時と、ようちゃんマン確か2コースかな、ようちゃんマン2コースだったんですけど、私は1コースを走るので坂道発進が最後のコースになります。で今これようちゃんマンが撮影してくれてるんですけど、この下の階から上の階まで一気にダッシュしてゼーハー言いながら今撮ってくれてます。はい、ここで左折ですね。左折をして障害物を避けていきます。はい、右に指示器出して避けていきます。で一旦左ですね。でここで3速に一旦変えて、またカーブの手前で減速をして2速に落としてます。はい、でここでもう左に指示器を出しておいて交差点に入っていきます。結構もう順調ですよね。一回もう卒検一発検定終了になっちゃってるので順調も何もないんですけども、最初から順調じゃないんですけどはい、今のところ2回目の挑戦は順調でございます。でここで左折をしていくんですけど、ギアのチェックしてますね。はい、で左折です。踏切に入っていきますね。でここで左右の確認をして左折をしていきます。で踏切の前で一旦停止ですね。はい、一旦停止です。でここで左右を確認して電車が来てないかどうかチェックしてから発進になります。おー車来てるけど、私習慣づけというか、ここで止まるように練習の時でもしてたのでしっかり止まれましたね。で今車の方からハザードが出てたので先に行ってくださいっていう合図なので、先に行きました。で卒検の時にもしここでハザードが出てなかったりとか、教官ですね、先生の手の振りで先に行ってくださいっていう指示がないまんま待ってくれるんやと思ってそのまんま出発しちゃうと進路妨害みたいな感じになっちゃって、それも原点か一発検定中止かなんかだったと思います。ごめんなさい、めっちゃ不確かなんですけどでですね、ここの坂道
発進ですね、坂道に入るまでに40キロを出すっていうのがここのルールなんですけど、前に車がいる場合は安全な車間距離をとって、前の車の速度によっては40キロ出さずに後ろを走行するっていうのがルールになってます。公道でもそうですよね。車間距離取らずに飛ばしちゃうともちろんぶつかっちゃうので、ここでもしっかり公道のルールにのっとってやっていきます。で、坂道発進で一旦停止してるんですけど、もう見事に信号とカーブって全然見えないですね。はい、しっかり発進できましたね。エンストすることなくしっかり行けております。で、この先で一旦停止があるので、ここで一旦停止していきます。でですね、この先のこの直線なんですけど、ここも40キロ出すっていうのがルールになってるので、一旦加速していきますね。加速して40キロ出たらバイクからピーピーって音がするんですけど、ピーピーって聞いた途端に減速するっていうねカーブに入るめっちゃ手前に減速しちゃってるっていう、しょうがない、おビビリさんなんでしょうがないですね。はい、でここで左に指示器を出して左に寄せて二輪コースに戻っていきます。はい、二輪コースですね。でここで左に指示器をもうすでに出しといて、左に寄せて発着点に帰って行きます。はい、おいおいちょっとふらつきましたね。ふらついて右足ついちゃったんですけど、なんとかこらえましたね。ここでもうこけて一発検定中止になったらもうね、目も当てられないどころか、もう悔やんでも悔やみきれないですよね。はい、でスタンドを出して、はい、後方とすごいブンブン確認しますね。確認して、はい、これで卒検終了です。ちびハムツーリング。はい、ということで2度目の卒検挑戦合格しました。いやー、めちゃめちゃ緊張しましたね。このタイミングで卒検合格できて、ギリギリだったんですけど、かなりドッキリにもしっかり間に合ったので、よしとしましょうで、今回の卒検なんですけど、かなり慎重にいきました。前回の時は、クランク終わってスラローム入る時にちょっと焦っちゃって、うまくいかなかったので、今回はその課題が一個一個終わるたんびに止まった時に深呼吸してから出発っていうのを意識してやってみましたら、なんとかいけたっていう感じですね。特にクランク出たあたりのとこでめちゃめちゃ止まってたと思うんですけど、スラロームで卒検不合格になっちゃってるので、トラウマみたいな感じでスラローム行く前すごいバクバクしてたんですけど、それを抑えるためにね、ちょっと長めに停車して深呼吸をしました。多分ね、あれぐらい止まっててもいいんですけど、4分間以上ぐらい停車したまんま動かないってなると、それも一発検定終了になっちゃうんですね。発進不能みたいな、発進不可みたいな感じで検定終了になっちゃうんですけど、あれぐらいね、深呼吸してから発進ぐらいの猶予はあるので、もし私みたいにすごい上がり症で緊張しすぎてどうしようもない時は、4分間も深呼吸してちゃダメなんですけど、それより短い時間であれば気持ちを落ち着ける時間は取らせてもらえるので、焦りすぎて失敗するよりか、ちょっと発信遅れて気持ち落ち着けてから出発できた方がいいので、私みたいに上がり症だよっていう方はぜひ試してみると、もしかするといいかもしれないです。はい、ということで今回の動画はこれで以上です。ちびさん合格おめでとうと思う方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、ちびハムツーリングのちびさんライダーでした。バイバーイ。